アンニョン、リサーズトリップです。ですね、今日から、韓国のお盆であるチュソクというのが始まりました。チュソクは噂によると日本のお盆よりもしっかり休みを取るそうなんですね。で、私いろいろ見てたら LCC の飛行機とかこの時期結構安くなってたりしたんですけれども、結局ね、安い飛行機で来てもいろいろやってないってことがあったらあんまり面白くないじゃないですか。なのでちょっと私がチュソク旧暦で数えるお盆なので、毎年変わるんですけれども、今年は9月28日から、チュソクがスタートです。で、今年は長くて6日間あるそうなので、9月28から10月3日までがチュソクの期間です。で、今日は9月28なのでチュソクの第1日目なんですけれども、日本の人たちが旅行で来て楽しいと思う場所、行きたい場所のメインスポットをちょっとどんな感じなのかリサーチしたいと思います。やってるのかやってないのか私も何にもわからないので、突撃という感じでやってみたいと思います。レッツゴーイエー。はい、ソンスにやってきました。もうね、普通です。これはバケーションと言っていいのかというほどお店もやってるし人もいるし、もうカフェなんて満席です。全然ご飯屋さんもカフェもめっちゃやってる。そして人が超いる。たまにやってないお店もあるんですけどね、このような感じで基本やってますね。そして人が多いです。でもこういうところはたまにやってないですね。ここかわいいから入ってる。可愛い子ちゃんたち YouTube で見たとこだ。つけてた。1000円ぐらい。ちゃんといい値段する。いい値段するんですね。今夜会うあこちゃんにもプレゼントを買っちゃいました。超安かった。チュソク最高まさかこんなの見つけるとは。私がずっと気になってたお店はお休みみたいですね。ここかわいい。絶対このYou are Naked Cheese っていうこのめちゃくちゃ可愛いお店がなんかナチュールワインとチーズのお店らしいんです。私好きそう。
やば、かわいい。はい、想像以上にかわいいです。ああ、絶対行きたい。人気のお店もやってます。そしてなんかセールもやってる。カンジャンシージャンにやってきました。人がねめちゃくちゃいまして、やってる店もまちまちって感じですね。全部はやってないですけど、布団屋さん、私が布団を買った布団屋さんとかは閉まってるところが多いですが、普通にこうやってね露店とかも出てます。思ったよりやってる。で、多分観光で来るときに楽しみたいのがグルメだと思うんですけれども、グルメは割とちゃんとやってる感じですね。なんかちょっといつもと雰囲気は違うけど、こんなお店とかもいつも出てなかった感じがするけど、ツアーガイドさんもねちゃんといます。そんなになんか布団とか見たかったらあれだけど、全然普通にカンジャンシジャン自体はなんか楽しめそうな雰囲気です。もうすぐ食べ物のところなのでちょっと見てみます。市場とかはね確かに魚の数が著しく少ないですでもね、お肉屋さんもやってるし、ご飯屋さんもやってる。やってないところもあるって感じですね。大人気のユッケはやってません。これはちょっと大事じゃないですか。カンジャンシジャンに来たら食べなきゃいけないこのユッケ屋さんは閉まってます。結構市場もやってる。てかこの道にこんなキムチ売ってるの美味しそう。チャプチとかも美味しそう。すごい。ネギ屋さんもしっかりやってます。全然やってます。なんかいる何この人。いつも以上に人がいます。やっぱ食べ物エリア全くもうむしろお祭り状態ぐらいすごい、ほぼ全部やってました。で、こう1本入るとこういう本当に街の人たち用のお洋服とか寝具とかが売っているエリアになるんですけれども、こういうところは結構閉まってます。一応ねそれでも開いてるけど、でもこう1本入ればこうなんか落ち着きのある感じですね。閉まってるお店は多いです。なんだ、全然カンジャンシジャンに関しては大丈夫です。中足 Day2、 今日は9月29日です。今日が、中足本番ですね。今日が、日本でも中秋の名月で、今夜が満月なのでお月様のお洋服にしてみました。今日はですね、まず南大門視察に来ました。さあどんな感じなんでしょうか。行ってみましょう。結構やってないですね。ご
パン屋さんが閉まってるところが多いです。もうなんか静かではあるけど、やってるところはやってますね。私の好きなスリッパでもやってないっちゃやってないし、人も少ないです。歩きやすいっちゃ歩きやすいです。これ真ん中のお店とか本当にやってない。でもこうやって置いといていいっていうのが面白いですよね。ちょっとなんかやってる感じになってきた。こういうビルとかもやってないです。ただ、もしかしたら昨日だったらいろいろやっていた可能性もあります。今日が中本番なので、この前後は意外に空いてたりするのかもしれないんですけど、何とも言えないんですけど、昨日は市場がすごい盛り上がってた印象でした。なんか著足のためのお餅を売ってたりとか、それの試食ができたりとか、なんかそういった、あとはお供え用のフルーツがいっぱい売ってたりとか、そういうのもあったので、メインの真ん中まで来たらちょっと人がいますね。でも露店とかも出てる。このストリートだけしっかり何台門感があります。雰囲気は感じられるかも。十分。だから著作だって分かってきてればやってない店も多いけど、まあまあやってると楽しいかなって感じですね。それでは最近活気が戻ってきたミョンドンの街を見てみましょう。両替のところが閉まってますね。でもやってるところはあります。全然普通じゃないか。ミョンドンは結構やってる。何も普段と変わらない感じです。ここは普通に潰れてるお店です。ミョンドンはもうめっちゃ普通、アパレルとかも普通にやってます。コリアンもしっかりやってて混んでます。ここは普通に潰れてますね。メイン通りは基本通常営業です。びっくり。はい、この通りもご覧の通り何も著足感がありません。なんなら著足のセールをしています。ちょっと見てみましょう。これはミョンドンのムーンスクエア。これどこがザラ？ザラはまさかのセール中。ここが著足セールのコーナーです。40%、本当40% オフ。ビーチソックセール3500円ぐらいだったので 40% オフ。というわけでミョンドンの著足は何も関係ないということが判明しました。
なんとですね、チュソクの期間は観光スポットが無料とのことだったので、こちらの観光スポットが無料開放とのことだったので、まずはここに来てみました。アンニョンセヨ。はい、無料でした。無料と知ってなのか、たくさんの人が来ております。Let's go。なんかメインっぽいところに着きましたが、ちょっと改装中っぽい。ねえね。おお。これは韓国ドラマの時代劇でよく見る景色ですね。韓国の時代劇に出てくるような場所です。あそこになんか殿みたいな人が座って、おい首落とせみたいなやつのとこですよね。すごい。ちょっと韓国でこういう観光をしたことがなかったので、無料だったから来たけど面白いですね。歴史はよくわかんないですけれども、こういうところはドラマで見たことがあるので、なんかロケ地に来た気分で楽しいです。얘네는 안 했겠지만.結構人がいます。なんか無料だからで来たけど、別に普段も100円らしいんですが、せっかくなのでこの機会に来てみたんですけれども、すごい人がいっぱいいる。しかも韓国の方が多いですね。かっこいい。すごい街中にドーンとこういうのがあるのがいいですよね。やっぱりあえてライトアップの時間に来てみました。8時最終入場で9時までかな、多分やってます。ちょっと神社の癖で真ん中を歩かないようにしちゃうんだけど、おお、かっこいいですね。思った以上に敷地がすごい広くてですね、でもあまりライトアップがされてないため、すごく全然見えないです。みんななんかこんな感じでこんな感じで影を使った、映え写真を撮るのがここの遊び方、夜の感じですかね。みんなシルエットで写真を撮ってます。こんな感じでおしゃれにっていう写真も撮れちゃいます。でも本当にマジで真っ暗な、こんな風に街灯もないし、目が慣れないとマジで転びそうになるから気をつけてくださいね。一人でこんなんやってやばくない？ 아, 、 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 아、 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 아、
しまなきゃ損じゃんみたいな。せっかく中足に韓国にいるんだから、こうやってお月見を重んじて一人でもソジュを飲むということでね、ビールが入っております。いただきます。中足の期間は家族で行動してる人がたくさんいて、すごいほっこりします。街を歩いてても大人もお父さんお母さんと大人の子供、成人したような大きい子供とお父さんお母さんと歩いてたりとか、もちろんちっちゃい子もいっぱいいるし、ちっちゃい子が着てるハンボックがめちゃくちゃ可愛くて、チマチョゴリをですね、ちびっ子たちが着るんですよ、中足だと。それがすごい可愛いです。タル、次はタル。ちょっとこっちが飲みたくなっちゃったな。いいです。やばくない？これ一人でやって。今んとここれがおすすめです。ちゃんちゃん。今日は中足3日目です。今日はですね、9月30日からソウル広場で行われているというアートイベントにやってきました。なんか時間によっていろんな催し物があるらしいんだけど、ここのミュージアム、ちょっと今はなんか伝統的な踊りが踊られております。見てみましょう。Let's go。リーダーのリーダーレーダーリーダーのリーダーのリーダーのリーダーレーダーリーダーのリーダーのリーダーレーダーリーダーのリーダーのリーダーのリーダーレーダーリーダーのおちゅ何これリーダーのリーダーレーダーリーダーのリーダーのリーダーのリーダーレーダーリーダーのなんかこんなアートがあって可愛いです。あとはいろんなステージがあって、今あそこでちょっとダンスのリハーサルをしてたんですけど、多分もうすぐ本番なのでそれも見てみようと思います。
国数群も無料で入れるので行ってみたいと思います。中足面白すぎる。この時期に来るのはちょっとアートとか好きな人にはめっちゃおすすめかもしれないです。で、このトングスのすぐ隣にあるこの大きい人がいっぱいいるところが、これもミュージアム、美術館ですね。ここも今日は無料で入れるそうなので行ってみたいと思います。Let's go!1人だって言ったらすぐ1枚紙くれた。マジで無料でした。はい、夜になりました。8時から空中でバンドをやるというパフォーマンスがあるって見たので戻ってきたんですけど、今ですね7時50分です。やるのかな本当にって感じなんですけれども、一応来ました。で、軽くご飯を食べて今コーヒーを買って、ちょっと立っているのが疲れちゃったのでベンチに座ってます。いや本当にね、いろんなところでいろんなことやってるからマジで忙しいです。リーダーの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 
こも今日は無料です。広っ。だいぶ広いですね。わ、すごいな。ここはすっごい広い敷地の中を迷路のように迷って、見るのがすごい面白かったです。ここは見応えが本当にあるので、ちょっとあんまり歴史とか興味ない人でも来て楽しい気がします。なぜなら私がそうだから。めっちゃ壁とかも可愛いし、写真スポットもいっぱいあって、人がいっぱいいるんだけど、迷い込むと結構人がいないところとかにも出られるので、ここはとっても楽しかったです。おすすめです。今大人気で大行列のオニオンっていうカフェももちろん大行列のままちゃんとオープンしてました。そして審査にも行ったのですが、ものすごい人で結構にぎわってましたよ。ドローンナイトを見に来るためにハンガーにやってきたんですけれども、めっちゃ混んでます。こんなに人がいると思わなかった。8時からのたった10分のショーのためにみんな来ているのか、ハンガーを楽しみに来ているのかわからないんですけれども、すごい人です。7時20分で8時スタートなので、ちょっと近くのコンビニ行かないか見に行こうと思うんですけど、めっちゃ人がすごいやばい。なんと韓国に星の数ほどあるコンビニにまさかの列をなしております。すごいな、すごい人がいっぱいです。みんなトゥックサン島の方に向かって歩いています。本当にみんなドローン見に来たのかな。一応あと15分で始まる予定なんですけれども、始まるかしら。すごい人です。本当に広い公園が嘘のよう。みんなドローン見に来てるのかし못 나가겠지. 이제 끝났어요. 이제 내려오면 끝이에요. 자, 내려오면 끝입니다. 자, 뒤로 가시면 좋습니다. 지금 もう終わりだから。 뒤로 가세요. 끝났습니다. 뒤로 가세요. もう終わるから帰れと。ゆっくり帰れと。 끝났어요. もうさっさと帰れ。まだやってるのに。ウケるから。はい、でもいいと思います。このあっさりした感じ。まだね、音楽が鳴ってるけど。はい、帰りましょうということでみんな帰りました。混雑を避けるためにね、これが大事だと思います。というわけで、このドローンは結構な人気なのでね、だいぶ前から席を前の方に取ってピクニックをしながらこの時間を待つっていうのが攻略法かもしれないですね。もし機会があればもう一回トライしたいと思います。パッと見てパッと帰るは無理。あとすごい皆さんすごい勢いで前に入ってくるので、前からここにいたとかマジ関係ないから、本当ちょっとイライラしてるんですけど、気を
あんまりイライラせずに入ってきたらもういいよ、はいどうぞって感じで、結構後ろの方が見えたので、そんな前に行かなくても大丈夫です。中足5日目です。今日は、なんていうんだろう、ちょっとわからないんですけど、ここに来ました。で、毎日ここの後ろのですね、この道路が超渋滞してます。で、ここは大きい公園なんですけれども、またなんかやってそうなので、ちょっと見てみたいと思います。なんかいろんなものがやっている。気持ちいい。本当に中足期間中、毎日天気が良くてすごいです。これはスカイパビリオン、アースパビリオン。今太陽が出てるからいいんですけれども、私はちょっとこの格好はさすがにちょっと寒かったです。こうやってなってるけど、そのまま入れるそうです。見晴らしがものすごくいいです。ここは裸足で登れるそうなんですけれども、私はちょっと靴ずれをしているので上がれないのが残念ですが、素敵な空間です。期間中は国立美術館は無料とのことなので、また来てみました。ナショナルミュージアム・オブ・モダン・アート&コンテンポラリー・アート、MMCA です。中は動画撮影禁止だったので写真でお伝えします。この日は現代アートの展示をやっていて、バックトゥザフューチャーというタイトルでした。これはなんかいろんな音が聞こえてきたり、これがめちゃくちゃ面白くってめちゃくちゃシュールだったんですけど、こういった柔らかいソファーに寝ながら、韓国人の方が昔メキシコに労働に行ったことを、いろんな言語といろんな伝統芸能を通して伝えるんですけれども、このおじさんたちがずっとシュールな動きをしていてとても面白かったです。他にもこういった現代アートという感じの作品がたくさん展示されておりました。
見せる。ご飯はついてくるので楽しみ。もう中に入ってんだ。麺も入ってる。美味しそう。ネギはここから自分でトッピングする。で失礼します。今日はチュソクの最終日です。今日はですね、ちょっと明日からお友達がいっぱい来るので、とりあえず洗濯をしなきゃいけなくって、洗濯全部で4時間ぐらいかかるから、もう今ちょっと4時なんですけど、まだ出かけられてなくて、動画の編集だったりとかをお家でしてました。もうね、結構昨日までにチュソクで行くべきところはいっぱい行ったので、今日は最後カンナムの方にご飯を食べに行くので、カンナムの視察をして、終了したいと思います。それでは今からカンナムに行く準備をします。はい、じゃあ日焼け止めから塗っていきます。日焼け止めはタンのずっと使ってるこのサンスクリーンバーです。PR ウォーターフルクッションファンデーション、これは SPF50 プラス PA も入ってるので日焼け止め代わりに最近使ってます。カバー力がすごい。でもこれの BB がマジですごいから本当におすすめ。 PR でも何でもありません。なんかメイクさんにベース仕上げてもらった感じになります。仕事でもなく女の子に会う日なのでピンクのパレット、セルボーグのピンクのパレットを使います。前チェジュ島ツアーで出会った子なんですけど、韓国人の旦那さんがいて、この間新婚旅行でヨーロッパを回ってたんですが、私が行ったルートとほとんど一緒で、ちょっとその動画は全然編集してなくて出してないんですけど、これは365の赤いアイライナーです。一緒には行ってないんだけど結構やり取りをしていて、旦那さんが韓国人で、彼女も韓国語を喋れるので、今回韓国に来るってなった時もいろいろ教えてくれたりして、でもねこれを使っててちょっと読めないや。でもねもうこれ販売終了しちゃったんだって。これめっちゃ好きだったのにこれなくなったらどうしようって感じです。なんかこうやって塗るとここ自体は液体みたいな感じなんですけど、塗るとパウダーになるっていうので、このブラシも私もともと結構眉毛がちゃんとあるから上からなんか色つけるだけでよかったから、これすごいよかったのになんでなくなっちゃうんだよ。あ、ゆで卵ができちゃった。大変やばいやばい。ゆで卵って時間がもうこれ絶対半熟じゃないじゃん、ね、ゆで卵作ってる時にメイクなんてしてるからですよね。そし
そうこうしてるうちに絶対にもう洗濯が出来上がっちゃってる。あ、段取り悪い。もうちょっとでメイクが終わるので、全部後回しにしてちょっとメイクだけしちゃいます。ビューラーはこれなんか韓国で愛用していたシャネルのビューラーがなんかぶっ壊れてしまって、オリアンで急遽なんか安くなってて買った、いくらだっけ、450円ぐらいだったビューラーです。なんか上にも下にもゴムがついてて、なんか上がる気はします。でもすぐ壊れそうな感じもする。眉毛じゃない、まつげはしっかり上げないとね、私の顔は薄いんで。で、マスカラ下地がこのエトゥセのずっと使ってるやつですね。でマスカラがこの間ゲットした新しいなんか裏というブランドのものです。もうとにかくお湯でするっと落ちるマスカラじゃないと無理なので、私はそこを重要視しております。と下まつげにもちょっと塗って完成。はい、で、着替えます。今日はなんか服に飛び散りそうなご飯を食べそうなので、まあ太陽が出てる時間あったかいんですけど、最近もうちょっと寒いので、どうしようかな。この状態だとほぼパジャマなんですけど、先にアクセサリー入れようか。結局これになっちゃうんだよね。これは韓国のニュニュで買ったやつです。すごい西日入ってる。朝曇ってたのにめちゃめちゃまた天気が良くなっちゃった。テールにして三つ編みにしたいと思います。わかんない。アックジョンに来ました。アックジョンもですね、まあやってるとことやってないとことまちまちなんですけれども、結構もうやってますね。お洋服屋さんもやってるし、カフェもやってるし、ご飯屋さんも割とやってます。まあなんかどこも変わらないかな。多分今日は最終日なので、もう今日から開けているところも多いのかなって思います。アックジョンから審査に来ました。審査もね、ちょっと時間的にもう終わってるところもあるのかもしれないですけど、まあまあやってますね。なんかこの赤チームかわいいお洋服屋さんとかもやってます。結構どこもやってます。オープン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 。そろそろ時間的に閉まるんですけど、ノンフィクションもやってます。カンナムにやってきました。
あ閉まってるお店も多いですし、人も少ないですね。やはりカンナムももうここまで来たらほとんどがやってるので、全然いつもと変わらないですね。もう最終日なんかになったらほとんどがやってます。なので安心して遊びに来れるかなっていう印象です。こちらお料理すごいじゃーん、めっちゃ美味しそう。ポッサムとチヂミ、いただきます。超美味しそう。なんて言うんだろうなこれ。なんかミナリっていう葉っぱなんだけど。セリ？あ、そんなセリだ。あ、美味しい。あ、まあでもマーケティングでやってること同じだから。ニンニクドーン。中足を6日間過ごしてみて、会社などはしっかり休みを取るけど、主要観光地は割とやっているお店などが多く、中足だということを理解した上で来ればそんなに困ることはないかなという印象でした。むしろアートが好きな方や韓国の文化を色濃く感じたい方には、中足中の旅行はイベントが盛りだくさんで楽しいと思います。家族団らんで観光している韓国の方もたくさんいて、韓服を着て歩いている人もいつもよりたくさん歩いていて、普段のソウルとは違う良さがありました。ただ韓国の方が民族大移動をする時期と言われているので、空港などは普段よりも混雑するそうです。日本よりもお月見をしっかりと体験できて楽しかったです。次回のリサズトリップは、韓国にお友達がやってきました。私がプランする友達が来た時にベストな場所をご紹介します。 SNS もフォローしてね。チャンネル登録もよろしくお願いします。See you next trip.